おはよう。朝からホワイトハウス周辺で銃声って空気がいきなり重いじゃん。びっくりしたのだ。怪我人まで出ているなら落ち着いて見ていくしかないのだ。そうね。最初の話がこれなら今日は頭を切り替えて聞かないといけないわ。ホワイトハウスの外の交差点付近で15発から30発ほど発射されたって話なのだ。数に幅があるのね。すぐ全部を確定できないくらい現場がぼちゃついていたのかしら。しかも容疑者とみられる人を含む2人掛けがあって穏やかじゃないじゃん。シークレットサービスって大統領を守る警護役のことなのだよね。そうよ。そこへの支援に FBI まで入るなら警備と捜査の両方で動いているってことだわ。記者会見場に避難するよう指示されたって現場のバタつきがそのまま伝わるよね。大統領はその前に執務室にいるって SNS に書いていたのだ。その後の移動情報がないならまだホワイトハウスにいた可能性が高いわね。首都の真ん中で急に止まる感じ。学校の非常ベルが鳴ったみたいに全部切り替わるじゃん。どうしてその場所で起きたのかまだ見えてこないのが一番気になるのだ。みんなも場所が場所だけに余計怖く感じない？警備が熱い場所で起きると事件そのもの以上に不安が広がるのよ。次は中東をめぐる協議の話なのだ。大いにかなり近づいているって一方で半々とも言われているのだ。ここまで話が進んでいるのにまだ揺れているのね。かなり綱渡りだわ。合意が近いのに吹き飛ばすかもって言い方は振れ幅がすごいじゃん。イランのノースクーランをどうするかがかなり大きな争点なのだよね。ノースクーランは使う目的に合わせて純度を上げたウランのことよ。核兵器につながるから相手が神経質になるのもわかるわ。ルビオ国務長官もここ数日の間に何か発表できるかもって言ってたよね。動きが早いじゃん。でも24日までに決めるっていうのはほんと時間との勝負なのだ。その一方で中央軍が商船を100隻引き返させたっていう圧力もあるのよ。100隻って多くない？海の道を止められると物の流れまで止まりそうじゃん。ホルムス海峡みたいな大事な航路が揺れるとエネルギーの流れにも響くものね。つまり階段の行方がそのまま暮らしの空気にもつながるってことなのだ。そういうことか。ガソリンとか電気料金の先も結局こういう話とつながるよね。だから遠い戦いで終わらないのが厄介なのよ。イラン側も意見の相違を減らす方向って言っているのにまだ決裂の線も残っているのだ。この近いのに遠い感じ一番もどかしいじゃん。だからこそ次の一手で空気がかなり変わりそうね。最後は研究の話なのだ。長さ1メートルほどの模型に1ミリの20分の1くらいの細かい凹凸をつけたら空気抵抗が最大で 40% 余り下がったのだ。40% 余りは大きいわね。表面がそんなに細かいだけで変わるなんてかなり意外だわ。髪の毛より細かい差ってもはや見てもわかんないじゃん。それで聞くのが面白いよね。模型を磁力で浮かせて風を当てたっていうのも実験としてかなりかっこいいのだ。磁力で浮かせるなら地面との擦れを消して空気の差だけ見やすくしたのね。サメ肌はもう実用化されてるけど今回はさらに細かい加工で別の仕組みってのがポイントだよね。真似する相手はサメなのだ。でも今回はサメよりさらに細い工夫なのだ。地味に見えてかなり地道な改良って感じはするわね。燃費が良くなって二酸化炭素の排出も減れば空の移動にも環境にもいいのだ。それ結構身近じゃん。遠い研究でも後で暮らしに帰ってくる感じあるよね。そういう積み重ねが一番強いのよ。みんなはこういう小さな工夫で大きく変わる話って好きなのだ。好き。見た目は地味でも結果が派手なのかなり熱いじゃん。結局一番賢いのはそういう改良かもしれないわね。さっきの研究空気の流れを変えるって意味では環境飲み方が結構面白いのよ。環境って自然だけじゃないのだ。人や生き物を取り巻く過程や社会自然みたいな外側の条件を広く指すことがあるわ。生き物に影響するものって考えると分かりやすいかしら。へえ、そんな広い意味なんだ。空気抵抗の話も
まさに外の条件を減らす工夫って感じじゃん。そういうこと。しかも、エンバイロメントの訳語として広まった言葉でもあるのよ。なるほど、研究の話ともちゃんとつながるのだ。身の回りを整えるって意味でも、環境ってかなり大きな言葉なのね。今日は重い話もあったけど、最後の研究で少し前向きになれたのだ。気になった話があったらコメントで教えて。概要欄も見てみてね。じゃあ今日はここまでね。また次回、会いましょう。